ティクランドとジョンです。今回はナビ VS チームディアブロというクランですね。最近というほど最近ではないと思いますが、1ヶ月ぐらいの間に過去に対戦してた記憶があります。はい、というわけでね、早速やっていきたいと思います。さあ、早速やっていきましょう。クラウス1番手、ファイヤーボールをぶっ飛ばしそうな、過去にやってたのこの配置じゃないかな。違うかな。似てるけどちょっと違う。なんかこんなような配置にファイヤーボールしてたな。で、ロケバル。なんか相方が結構ロケバルになりやすそうですね。速度も意識したいってなると、ロケバルは普通にね、シンプルに素のステータスが足を速くする能力を持ってるので、タイムの方は1分9秒。とても速い。3時からオデヒースタート。クイーンの方もヒーラー増やしていいスタート。12時キング、ロイヤルチャンピオン、シングルインフェルノのターゲットはユニコーンなので、その隙にクイーン出し。を突破していきます。で、ウォールブレーカー開けて、キングのための道も作られて、クイーンの方が合流していく、ホーミング外がヒット。で、クエイク、インビジブル、インビジブル、どんどんインビジブル、ファイヤーボール、タウンホール、ドッカーン。タコ。でもここから、転がってきますよ、ランチャーが。転がられたので。いや、つんよ。で、対空砲のケアはやっぱしなきゃいけないんで、そこはコウモリを使うことでね、対空砲ケアして、で、ヒーローのケアはスケルトンからのストライカー。特にね、ロイちゃんのいる区画っていうのがね、これイーグル砲しかないですからね。いや、強すぎるな、これ。ファーストアタック、これはバケモンすぎる。オープニング。とんでもね、前回から始まりました。やば。展開な上に速度も速いのが偉いね、この、あれは。さあ、ドラゴンラッシュ、花火ですね。安い折りの花火。ロケバル採用。どっちかな、安い折って、花火って形だけど、赤バク。こういうなんか外側バルーンでカットしたいところに赤バク置くのもいいですね。昔は結構ね、そういう、バタングとかね、こういうバナよく置いてたんですけど。で、上側をロケバルカット。今の環境やっぱり、こういうカットバルーンとかは使われることがあっても、そういうことしかないっていう形で。で、ジャイアントアローで1点。安いパかな。うまいね。マンホールまで届けて、そこから花火という。なるほど。外周部は先に切る。はい。で、最後に残ったタウンホールを取るよって感じですね。ここインビジブルかけない方がいい。うまい。物にそれてなかったんだ。じゃあかけなきゃ。で、ロイちゃん刺したけど、ランジョ大丈夫か？なんで刺しちゃった？ちょっと早かったな。ここは能力解放。やっちまったと思いながら、ホーグ人形をしたんじゃないかなと思います。さっき喋りかけてたの何だったっけかな。シングリンフェルのへし折って、フリーズの間に投石までへし折って、それがまかり通るんか。これが通るのがこの環境だからな。これで、ういちゃん、あそこから伸びすぎじゃないですか、この人。3時から9時まで一瞬で駆け上がりましたよ、この人。援軍いたのに。なんだそれ。なん止められんて。よ。バーサス。MGT グループ。こちらも花火ですね、ジーマー。多分、ルートライダーがバンされてる大会なのかなと思うんですけど、花火でやってもなんかルートライダー使わなくてもみんなタイム早いね、本当に。レジェンドリーグ3分かけてクラクラやってるよ。さあ、ドラゴン編成、逆サイドはライドラポツン。で、突撃艦入れてからの一気の塔も入れていきます。ライドラもいいカットで。結構、富士が近く置ける。ね。で、残ったところからクイーンで、これもさっきと同じようにタウンホールのところまで届けて外周部削る。クローンかけて、タウンホール隠し、タウンホール周りを先突破して、
クイーンの立ち位置が変わらないところになってフリーズでタウンホールを破壊するっていう状況ですね。これが、昔のトツウィズラバルの使われ方のガーゴイル版みたいな感じなんですけど、強いっすね。めっちゃいい削りをしてくれたタウンホール周り。タウンホールの手前で落としてやろうとするとどうしてもやっぱりね、途中でタウンホール壊されたりして、タウンポイズン食らったりとか。このクイーン生き残ったのが、めちゃくちゃ強いな、それ。ロイヤルチャンピオンも能力解放、マルチ突破。いやー、いいタイムだし、ドラゴンのね、練習もしてるっぽいね。やっぱりこうなると、ルートライダー以外の編成もね、ルートライダーじゃないな、この配置っていうのが並んじゃった時とか、ね、強いクランと対戦した時に、ドラゴンとか別の編成も使えればね、使えるか使えないかで、使えないよりは使えた方がいいこと大いに決まってるからね、さすがに。使えない方がいいメリットとしては、プランが悩んでしまった結果長くなったりとか、悩んだ結果ちょっと中途半端になっちゃうとかね、一応、デメリットというのかちょっと微妙なところですけど、あるっちゃあるんで、デメリットと呼んでいいか微妙だけどね。キング、ウィーンドイエルチャンピオン、サイド。壁越しキングが強い。シングル IT が、壁殴ってる間に折れました。2時のロイちゃんマルチのところが、いい感じにリクスケ食らって、ただポイズンの方にスケルトンが入った。ロイヤルチャンピオンフォックスが解けた。能力発動したいね、それは。能力解放、一気に突破していきます。ポイズンターンのターゲットもキングで拾う。一気のラバーストライカー、トームはかけれない。ラバーハウンドちょっと、これはトーム入らなかったですね。突撃艦を守るタイミングで一番打ちたいので。そうなると3次ラバルが腐るよ。ラバ投げるタイミングがちょっと早かったなー。てかなんかクイーンで落ちたんだけど、ダウンホール。なんじゃそりゃ。天才のスポットがあんまり良くなさそうだね、これ。3時の方は結果的には余ってたバルーンが、これ。ヒーリングトームもね、これ色地味だったけど、最後の方までかなり効いてましたね。で、9時の方が対空砲とかいろいろ残ってる状況、回収を2時、3時の方から押して、終点はバルーンに任せるって感じなんだけど、防衛クイーンが強いですね。これは、フリーズかけたけど、クイーンのターゲットはウォーデン。ウォーミング当たる。ワンチャンバルーン全部落ちるある？フリーズ打っちゃったし。対空砲アーチャーター綺麗に分かれてこれは突破することができました。バルーンの方にターゲット入らずパピーが。いや、強いな。クイーン強い。防衛クイーンが強い。強い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 。強いんだけど。強かったけど。ただタイム的には結構遅かったんでね。惜しかったですね。さあ、カズマくん、ドラゴンラッシュ、クローン型。ドラゴンクローンっていうのがかなり多くなりそうで、今、プロの選手たちはね、ルートライダーの次にこの編成系のものを練習してるんじゃないかなと思います。バルーンを増やす形と、花火っていう形で、結構、ジャイアントアロー1000、かつ、タイムもなんか1分3秒ぐらいでしたね。真ん中ドラゴンの展開、キングの方でタウンホールを落としていきたいような流れになりますかね。で、一気のトーム突撃艦は真ん中ですね。これは目的は。タウンホールはキングで落としてもらう予定なので。で、この、フロンバルーンでモノリスシングルインフェルノっていうところを降りに行く。このバルーンうめえ。ちょっと懐かしい感じの攻めだね。運用。ドラゴンはね、やりたいこともなんか、昔ちょっとやったことある人多いと思うんで、この手の編成。いや、強いな、食い火の方にレイジ置いて。ドラゴン何体生き残ってるんこれ。全部生き残ってない？強すぎるなうんま。プランニング強これ。強いよ、このプラン。
タイムも1分2秒とかそんなもんな上に、とんでもねえ量全開取ってるから。何今のって感じ。さあ、51天才ジャンプ型、真ん中マルチ IT より、天才ラバルスニゴブ。キング3時からのジャンプ。ジャイアントからのアイスゴーレム入れる。いいジャイアントですね。しっかりとバネトラップケアして。いやー、いいジャイアントだ、今のは。ただちょっとクイーンの方がちゃんと入らなそう。回りそう。で、スケに反応して戻ってくる。フェリックス系。フローズン。フローズンが強いのよ。シングル IT ね、こっちから撃てちゃえばね、なんか死なないんだよね。空飛やすさもめっちゃ思うわ。それかさすがに、フリーズ使うなら通り。おー。トルネード先に解除してくる。で、バレないように。入ろう。敵の攻めやった。黒くい自分で押さないと死にます。フローズン、インビジブルはね、死ぬよ、クイーン。さあ、突撃艦バルーン。インビジブルタワーまでお釣りで壊せてんのいいね。同時に破壊できたのいいな、それ。さあ、6時か。6時下。一応ストライカーも持ってるんだけど、これストライカークイーンに当てるのなかなか難しいですね。まあ、モノリス降りたかったね。まあ、折れないんですけど、どう頑張って。もう角度バルーンだと。クイーンの方が黒く漏れて、残った方に本体バルーンが全部流れて、まあ、結果的にはね、モノリスの方に本体バルーンが来てくれるはずが、上のマルチに捕まって全部溶けたって形だったので、まあ、クイーンの黒く漏れっていうのがかなり大きな原因かなと思います。まあ、ルートライダーバンされた環境だとやっぱり、ある程度のね、まあ、それでも全開率高いとはいえ、防衛もね、結構見込めるんでね、いいですね。スター学、なんだこれは。21、ジャイアントアローかな ?21 ジャイアントアロー、インビジブルタワー解除、そうだね。インビジブルタワー解除2つやって、21天才は打たないんだ、まだ。スケルトン、10時 ?12 時か。クイーン穴け。ラバルパートスタート。ロケバル、ここはまず。ロケバルと通常バルーン使って、2段階分け、オイラバス。突撃関東め。援軍スーパードラゴン、秘宝すぎるな、これ。秘宝が秘宝。21どこに撃つのこれ。全部直されちゃったよ。打ち忘れたな、さてはこれ。絶対打ち忘れたよ、これ。マルチ IT でしょ、多分これ、9時の。そうだよね。打ち忘れましたね、これ。フリーズ打って。本来ならね、ジャイアントアローに合わせて、この字もね、打っていけば、このマルチ IT を折ることができるというプランニングだったんですけど、ちょっとこれは打ち忘れたんだが、結果的にはそこ折れてなくても全回取れるんですね。21の分は別の呪文にしてこのマルチをケアするっていうやり方でも全回取れたし、それよりはね、せっかくのジャイアントアローのダメージを入れてくれるっていうところなので、追加で21を払えば折れるマルチ IT ってところ。こっちの方がお得だよねってことでのプランでしたね。今みたいなね、ちょっとちっちゃなミスが生まれたとしてもなんかみんな余裕で全開取ってくるのがナビっていうところで、元のプランがしっかり強いので、多少のミスが出たところで、全然前回は変わらず、なんなら PS も高いなってカバリー。やっぱ強いところかなと思います。さあ、オールブレーカー入れて、天才入れて、ストライカー、キング。キングガントレット活かすなら、なんか、そこ天才なんだって感じだけどね。なんか、キングの頑張りと下げちゃうよね。天才。むしろ反対降りたいけどな。同じとこ。これで折れるから、このキングがね、せっかく強いのに、どこも行けないのよ、これ。ちょっとそれがもったいない。
だからこれ転載しなくても折れたはあれかもしれないけど。うん。ある程度、全部が壊せないかもしれないけど、ある程度壊せるから、天才別の場所でアドバンテージ取っていくってやり方で分かった。キングを過小評価したかな。こんなに壊せると思わないよな。まあ確かに。キング化け物すぎるやろっていう。自分のキングにびっくりする天才打っちゃった。さあ、残った投石の方にフリーズ、ロイヤルチャンピオンどこだ？本体と一緒。ストライカー、キングに当てたいですね。いけ！今だよ！今出すんだ！出せ！出さないなら持ってくんな！フリーズ。ロイヤルチャンピオン能力解放。ストライカーは今出しましたが間に合わず。9時の方まで駆け抜けて、トルネード。他の動画でも言ったけど、今トルネードって、初手のトームとかに当てんのかな？ロイちゃんに当てんのかな？こういう角置いとけば、豪華弊社パーとか、ロイちゃんパーとか、初手に当たりそうだね、確かに。さあ、ナビラストアタック、星3、バルキリーラッシュ、3、4、5。真ん中なんかもういろんなことしてるわ、呪文で。なんだもはや。ジャイアントアローかな？そうだね。ジャイアントアローとファイアボール両方やろうってことだ、これきっと。ちょっとこれは、ローウォーデンが、アングリージェリーをつけてないので、ファイアボールが飛んじゃう。まあ、すごく基本的な、ウォーデンは、何かユニットに追従しますよという修正。大事故ですね。これどうすんだ、ここから。ジャンプとウォールブレーカー一緒に入れていく。ジャイアントアロー。本来はこういうプランだったのかな。これも多分、なんとかへしょる。クエイクから始めないとダメなんだよね。ジャイアントアロー打つ前に。大工を大工自身に直させるっていうやり方をしなきゃ本来はいけないんだけど、最近ちょっとクエイク、てか大工に直されて、天才みたいな、ね、戦術が通らないっていうアタックをね、何度かしてますね。で、これはクランジョも本来は潰してるプランだったのか。ポイズンがないと。これは地獄の展開ですよ。インビジブルロイヤルチャンピオン。タウンホールにはだいぶでも、それでもダメージ結構入ってるね。なんかめっちゃ減ってんだけど。真ん中大工ないのか、これ。ロイヤルチャンピオンよく持ってきてない、これ、ほんと。本来なら星1オワタのアタックなんですけど、破壊率もキープして、そうか。最初ジャイアントアローが、クイーンのジャイアントアローがタウンホールにかかってるわ。ようここまで持ってきたな、本当に。ファイヤーボール分、本来打つのがなんかタウンホールとかこの辺に打ってると思うんですけど、この分がまあ丸々残ってるって感じですかね。83まで持ってきました、あの状況。ほぼほぼ、ウォーデンなし縛りみたいな。なし縛りな上に、ウォーデンに全振りしたプランで持ってきたんでね。ファイアーボール編成はやっぱりね、一つミスるだけで、とんでもない大事故になっちゃいますね。修正が効きづらいよね、やっぱり。初手ゲーはやっぱ初手ゲーミスると辛いのよ。アーチャとかもね、突撃感通んなかった時に。さあ、対戦相手は、アバルの選択です。これなんだろう、東海弊社採用してインビジブル4。ロイちゃんにでも使うんかね、これ。おつぎずラバルみたいな、あれにしてるんだけど。こんなにウィザード使う。クイーン延命に一発、インビジブル。レイジと打ち間違いってことそれ。やらかし、インビジブル
ライカー打って、ストライカー打って、タウンホールクローク。で、ポイズン打って、モノリスがここ効いてんのも強い。ラバルパートは12時から。インビジブルはもう、これはクイーンの延命に持ってきたってことなんですかね。で、ロイヤルチャンピオン。でも、ロイチャンパートかな、ウィズとあんなに頑張って切ってたってことは。ロイチャンビジブル使いたかったんだな。数のうちの数発を。で、ヒーローパートの延命に数発。ここ、受けたタイミング、ロイヤルチャンピオン。ホグ人形ないのかもしかしてこの人。ヘイストブーメランという超凶暴な編成で、なるほどなるほど。ヒーローギアの方を、ヘイスト、じゃないや、ホグ人形がない分、ヘイスト薬とブーメランということで攻撃表示にして、その分をインビジブルという呪文で賄うみたいなあれだったのか。なんか12時インのラバルがもう所定突破したの、この辺まで突破できてない。ちょっとラバルパッド結構崩れた感じが。みんな普通にやってるけどラバルは難しいですから。はい、というわけでね、終わりまして14対13という形で、今日もいいアタック多かったですね。ルートライダーがバンされるとやっぱ、ジャイアントアローの採用だったりとか、でも、ルートライダーがいないならいないなりにテンプレート編成というか、ルートライダーがみたいな感じでちょっと楽な編成、PS がいらない編成っていうのがやっぱり、プラン時間短い対戦だと重宝されるし、特にね、序盤の方に攻める人たちは欲しいっすよね、そういう編成を。なので、やっぱりドラゴンが重宝されてるのかなと思います。はい。というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。